と風が強くなったんで、もう中に入ってきました。閉めたらすごいあったかいね。あったかいね。閉めてしまえばもうこっちのもんやね。閉めだ。閉めうまい。お願いします。いやー、雨がひどい。ありがとう。ひどくなってきたね。雨すごいけど大丈夫かな。いやでもこの真ん中のところ止めてよかったと思う。風も強くなったからね。いや、晴れてくれるでしょう。願うしかないけどね。サーカス PC の雨、初めてじゃない？初めてサーカス PC で雨を始めた。怖いね。どうなるんだか。願う、祈るしかない。今のところ耐えてるけど。今のところ大丈夫。こっちかな。ちょっとやばいことが起こってまして、トリポッドの3本のうちの1本伝って水が流れてきちゃって、見えるかな。今ちょっとタオルをここに挟んで水分を吸い取ってます。見て。垂れてきてる。映るかな。水がどんどん垂れて、下のちょっとシュラフにまでかかってたんで、染みできてる。見える？この雨音が聞こえますでしょうか。午前6時頃に雨が止むそうです。今夜は一晩中雨です。シャワー行ってきました。ドライヤーなくてちょっと苦労したね。ガルクヒーターを髪の毛を乾かすという暴挙に出ました。過酷な環境やね。そうだね。なんか試されてるね。上からね、水がポタポタ。そうなのよ。でね、シミがね、だいぶ広がってきてるんだよね。本当だ。まあ、二次会しましょうか。二次会しますか。化粧も落としてすっきりしたし。氷結とも暗いね。暗いけど。暗いよね。はい、お疲れ様。乾杯。大変だったね。大変だったな。風呂上がりの氷結うまいや。うまいね。ところでさ、何フェチ？フェチか。僕言っていい？ないよ。知ってるだろうけど、廃墟フェチ。廃墟めちゃめちゃ燃える。廃墟にどういうところに燃える？廃墟ってさ、民家の廃墟だったとするじゃん。こう旅行とか行く途中にさ、車運転してるとたまに山の中にさ、ポツンとなんか廃墟あったりするやん。あるね。かつて人が住んでたわけじゃん。その人がどうやってそこに家を建てて、どういう暮らしをして、なぜね、今住んでないのか、なぜ廃墟で残ってんのかとか、いろんなドラマをさ感じちゃってさ、いろいろ妄想したりとかさ。たった数分前で生活してたっていうような、すごい生活感がまだ残ってるのに廃墟になってる。例えば皿も置きっぱなしとか、調味料も置きっぱなしとか。燃える。めっちゃ燃える。何があったのってすごい考えちゃってさ。夜逃げとか？まあそうあり得るんだよね。夜逃げとかさ、どっか出かけてそのまんまいなくなっちゃったとか、UFO に連れ去られたとか。怖いよね。怖いよね。まあそれはちょっとありえんけど、さ、鹿児島でさ、なんか廃墟だと思って、そう運転しててさ、どう見ても廃墟やなこれ。絶対人住んでねえし、どんな暮らししてたんやろうなってこう横でこう信号待ちでこう止まっちゃって、パッて見たらおじいちゃんが後ろに立っててさ、怖ってなって、怖いってなって、これって自分だけにしか見えてないのか、それとも他の人には見えてないのか、なんかそんな感じのおじいちゃんだった。怖い。ドキッとした？ド
キッとした。これ完全に廃墟やって思ってる家に人がいた時の驚き。民家がいい、それとも僕ね病院がいい？いや病院とか、ホテルとかも燃えるんだけど、人の家ってその原因が様々じゃん。もう明らかに今まで生活してたやろっていう状況で廃墟になってる家が一番燃えるかな。そうね。知りたい、いろいろと。逆に病院とか怖いもんね。病院はもうただ怖いっていうね。覚えてる？馬がいっぱいいるところ、串間。串間、なんか病院とか廃墟があったでしょ。ホテル。ホテル。廃墟ホテル。今もある。あれやばくない？ね、あれ取り壊しできないのかね。観光地なのにね、なんかいろいろ理由があって取り壊しできないんだろうね。この間さ、仕事で車で通ってたらラブホテルの廃墟を見つけてさ、結構大きな道路沿いにそれって宮崎なの？海老野市っていうところに仕事で行ったんだけど、結構大きな幹線道路沿いに、一時期はこれすごいお客さん多分入ってたし、すごい斬新な作りなのよね。なんか、明らかにラブホテルっていうような作りでヤンキーとか多分中入って多分遊んだりとか肝試しとか多分ねしたんやろうなっていう感じの形跡はあるんだけど、でもそれすんごい燃えた。そこでいろんな人が営んだわけじゃん。ねえ、そういえばさ、女優の春が主人公のラブホテル経営の映画覚えてる？見たね。春がさ、そこのラブホテル経営のお父さんとお母さんのその娘で、娘だった。大学に受験失敗したんだっけ？浪人中だったっけかな？覚えてないな。なんかその辺はちょっと定かではないんだけど、とにかく自分がしたいことができなくて、くすぶってるとか腐ってるみたいなような状態で、ラブホテルの経営を手伝ってたみたいな。そのうちにお母さんが従業員の男性と駆け落ちしちゃっていなくなっちゃって、そうでお父さんと2人で経営するってなったんだけど、お父さんのことも好きじゃないみたいな。で従業員のことは別に嫌いじゃないんだけど、こんなところで私は働くつもりじゃないみたいな。でその中で学校の先生と高校生、だから先生と生徒がラブホで無理心中しちゃったんだよね。そうだったっけ？田舎だから、噂がもう広まっちゃって人気がなくなっちゃったんだよね。で経営ができなくなっちゃうと畳まなきゃいけなくなったのかな。最後結局経営継ぐんだっけ？もう畳んじゃう。畳んじゃったんだっけ？それはもう廃墟になるな。ベーの人誰だっけ？松山健一。そうそう、あれがアダルトグッズの営業マンで、バイブの営業マンだった。そうで畳むからどうのこうのって言ってじゃあ最後に記念にセックスしてくださいって言ってしてやったよね。記念に記念に。そう既婚者なんだよ松山君。そうそうだったね。報われなかったな。そうベーの人ベーの人で分かる人いるかな。デトロイトメタルシティ。あれもう最高。めちゃめちゃ笑ったね。笑った。涙出てる。あれ多分今見ても最高に笑うやろ。笑う。ホテルロイヤル実在って書いてある。本当に実在したラブホの外観だって。ほら実際じゃあわあ懐かしいでしょ。あったねこんなのね。ザ昭和のラブホっていう。しかも回転ベッドもあったでしょ。回転ベッドうちにも欲しいな。目回るぞ。そんな早く回転する。釧路の廃墟。北海道釧路って書いてある。見てこのお城みたいなやつだったでしょ。お城みたいなホテル昔あちこちね田舎の方行くとさ立っててさ、それこそ今もうやってなくて廃墟になってるね。あった。そんなこんなで僕は廃墟フェチ。私フェチっていうほどのものがどこにないんだよな。いやでもおじさんフェチかもしれない。
おじさん好きって言ってたもんね。そう岡田敏夫、敏夫がうん、結構好みなんだよね。岡田敏夫ね、なんかね、うん最初もうちょっとシュッとしてたの、だけど年々なんかブクブク太り出しちゃって、もう今タヌキみたいな、ね、いわゆるそのまあブサイクなおじさんじゃん。それがね可愛く見えちゃうの。可愛いになっちゃう。タヌキに見えちゃって可愛くてしょうがない。それはフェチだな。でマキタスポーツもねやっぱタヌキに見えて好きなんだよね。あれも可愛いってな。可愛い。なるほどね。イケメンそうでもないもんね。あんま興味ないもんね。イケメン、別にね顔とか正直ね顔は関係ないもんね。なんかその人のなんか持ってる雰囲気、才能とか空気とか、持ち味、でもやっぱり博識がある。ああそうね、頭いい人には結構燃えたりするよね。インテリ系の人が好きかもしれない。なんていうかな、面白さみたいな、ユーモア、でオタクの人が大好き、なんかそれを突き詰めてる人がすごい好き。わかるな、まさに岡崎体育みたいな。そう、あれタイプだもんね。ユーモアめちゃくちゃあるしさ、なんかきっとねコンプレックスをなって、コンプレックスを通り越して今があるみたいなところがあると思うんだよ。だからそういうメンタルの強さが好き。確かに自分がイケメンじゃないってことよく分かってる。でマキタスポーツだって自虐ネタを汚いおっさんがただもう音楽大好きでここまでこじらせちゃって、でそれでも彼からなんか出てくるものってなんかオタクがゆえの情報の濃さみたいなのがあるから、だから武器になるな。そうなの、武器になる。人としての魅力がブサイク通り越してその可愛いってなっちゃうんだよね。なるほどね。世の中のすべてのおじさんが可愛いわけじゃないよ。そうなんだよね。可愛いっていうところに行き着く何かが、それが才能だったり。そう。わかる。わかる。よかった分かってくれて。よし、ハゲフェチっていうこと。違う。夜も更けてまいりましたね。そろそろお眠の時間がやってきたね。設営の時まではね、雨降ってなくて持ってくれたんでそれは良かったんですけど、夕方ぐらいから降り始めて、多分明日一日雨らしいんで、雨の中の撤収になりそうだね。しょうがないね。そうだね。さっき地面見たらすごい水はけ悪くて、水たまりがいっぱいできててさ、なんかスポンジの上にテントを張ってるみたいな感じで、踏むとジュワーってにじみ出てくる感じ。もう明日びしょびしょだよね。いろいろとね、ちょっと覚悟して、なのでちょっと朝ごはんはね、明日は当初カレー食べるつもりで用意してたけど、時間ないね。ではおやすみなさい。おやすみなさい。ペコリ。また明日。頑張ろう。はい。おう。テントの一箇所がね、ペグとペグの間のスカートがバサバサなってて、止めるのと止めないのでは全然違うね。コーンスープも飲みたいな。いいよ。そっか。トルコの地震怖かったね。すごかったねあれね。でもいずれね、いつ起こるかわかんないもんね。南海トラフとかもそうだし。ね、いつ来てもおかしくないって言われてるからさ。雨雲レーダーで9時頃に雨が降り始めますので。9時？だからこれ食べ終えたら口が豆ラン。豆ランって言わない。口が豆ラン。宮崎弁かこれ。豆ラン。言わないね。雨やんでるうちにやりたいね。びちょびちょや。ドロドロや。びちょびちょ。
いにくの雨キャンプになってしまったけども、なんとか無事に今撤収終わりました。いっぱい降ってるね、まだまだ。降ってるね。苦労したね。今日、昨日今日ずっと雨で、夜中ずっと降ってたしね。地面もすごいびちょびちょ。本当にびちょびちょ通り越してドロドロ。ドロドロです。その中ちょっと撤収苦労したけど、なんとか計画的にね、積み込みもギリギリいろいろ水分含んで膨らんじゃったけど、なんとかギリギリなんとかね入ったね。今からご褒美に赤牛丼食べに行きます。赤牛今日で3日連続食べることになるよ。嬉しい。せっかくなので赤牛尽くしで帰りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ペコリーノ。ハーブ水。美味しいの。トライクでちょっと飲んじゃった。飲んで飲んで。私たちは赤牛丼セットにいたします。天気良ければ景色がいいやろね。山がね、綺麗に見えるから。アイスもあるよ。ほんまに。オーガニックアイス。オーガニックアイス美味しそうだね。玄米アイス。珍しいね。いちごアイス、丸ごと柚子、ブルーベリー、ミルク、ベルギーチョコ。じゃあ全部ください。オーガニックだけど割と安くない？そうだよね。良心的。この玄米アイス気になるんだけど。じゃあ一つそれにして。もう一つ。ブルーベリーかな。イオンのブルーベリーで。ケージ2つ。サイズだって。嬉しい。オーガニック。野菜。嬉しい。めっちゃ美味だ。味噌汁。超うまそうや。最高やね。ぎっしりなのね。赤牛の肉味噌お酒もあるよ。たまらん。いきます。美味しいね。最高。秘伝のタレうまいよね。すっごい秘伝の味した。